いつもお世話になっている、大阪の、ビッグサインさんの、アトリエにお邪魔してます。今日、ビッグさんとの、対談というかいろいろ聞きたかったこととかそういうのを、伝えれたらなと思います。ビッグさんよろしくお願いします。ということでいろいろお聞きしたいと思います。ビッグサインさんは、私と、お付き合いして10年ぐらいになるんですけど、開業してこの仕事やりだして何年ぐらいになるんですか？開業してからはまあ約23年ぐらいですかね。はい、で今の大正の方に引っ越ししてきてから約16年7年ぐらい経つんで、こっちに引っ越ししてきてから、カスタムペイントの方にはちょっと力を入れてやりだした感じですかね。そんな長いの？キャリア的に。もうそれぐらい経ちますね。車のペイントとかを昔やってた。カスタムペイントっても結構幅が広くて、ガンを持つカスタムペイントっていうジャンルもありますし、その中でもまたちっちゃいハンドピースを持つようなエアブラシっていうのも一つのカスタムペイントっていうジャンルになりますし、僕らはその中でも筆を持つ方のカスタムペイントっていういわゆるそのピンストライプとかレタリングっていうジャンルにはなるんですけど、そっちの方から入っていった感じが強いんで、その後にバイク、ハーレーとか、二輪の方にちょっと需要がより一層増えてきたような感じで。もともとはだからピンストライプ筆が得意で、好きでっていうか。そうですね。そうですね。そっちがメインでやってて、やっていくうちにやっぱり例えばバイクに関してはヘルメットにレタリング、ピンストライプ書いてっていうお客さんの中で、ベースの色を変えてほしいだったり、書いたものが傷つくのが嫌やから。ここで何かクリアを塗ってほしいっていう依頼が、ちょっとずつ増えていって、気がつけばカスタムペイント屋さんみたいな形になりつつ、逆に今はそっちの印象の方が強いんですけど、もともとの入りはやっぱり筆からのそういう、カスタムペイントっていうジャンルから入ってますんで。じゃあ、ピンストライプっていうのは、なんでそのピンストライプを好きになったっていうか、そうやっていこうってきっかけみたいなのあったんですか？もともと車の整備士やったんですけど、今の仕事をする前なんですけど、でその頃に、友達が飯屋さんの方によく遊びに行ってたので、そこでちょっと出入りしだしたのがきっかけで、そこでいろいろなそのカスタムペイントであったりとか、車に関するカスタムっていうジャンルの中でやられてる方がいらっしゃって、でそれを見てるうちにちょっと自分もそっちの方に興味が湧いてきて、で整備士を辞めてからそっちのカスタムって呼ばれるジャンルの方に入って、でもちろんもともとそういう整備士上がりの人間なので、海外のことをカスタムっていう細かいことに関しては全然分からなかったので、いろいろ調べていく中で筆一つで車がこんなに変わるんやっていう、そういうちょっとカルチャーショックを受けた要所があったんですけど、それを見たのがきっかけで、昔アメリカにその長い期間行ってた時あったよね。それもだからそういう影響。そうですね。アメリカに行ったのはその単発的にはなるんですけど、その時、当時同業者の先輩が
アメリカの方のサンディエゴやったかな、ダイナーポイントっていう方で、アートショーがあるっていうで、そこにちょっと僕も興味があったので行ったっていうのがきっかけで、そこでいろんな向こうのアメリカンカルチャーですかね、車であったりバイクであったり、その中でもより一層刺激的だったのがやっぱサインカルチャーって呼ばれる分で、そこにすごい衝撃を受けて、そういうのがちょっともっともっと日本でも広がればいいかなと。サインカルチャーって言ったらそのサインペインティングとか。そうですね、はい。簡単に、みんなに分かってもらいやすく言うと、USJ であったり、ディズニーランドの中の店舗って結構どこも魅力的じゃないですか。ああいうお店が日本でも少しずつ増えていったらな、その中のサポートできたらいいなっていうところからのスタートやったんだ。私がこうやって大阪で帰ってきて店出して、ペイントをビクさんにペイントを、自分でするかやってもらうかって、自分でやってもプロにはかなわないし、もうそこはやっぱプロの方の力を借りたいっていうか理想を現実にするっていうので、その時確か僕もめちゃくちゃペインターの方誰かいないかなっていうのを探してて、そこで有名な方はねいっぱいいたんだけどね、誰かいないかなって、もう自分もやりたてやし全く無名やし、やってきてる人やけど世に出てない人いないかなみたいな、失礼やけどねそれでビッグさんのこと知って、でそれから話して仕事の依頼させてもらって、それを繰り返すうちに私からしたらね、引き出しがこの人めちゃくちゃあるなと。基礎の技術があんねんけど、過去の作品見てもすごいもう賞に出すようなものとかをサンプルとしては見てなかったから、けどそういうものを求めてる自分もいるし、で、それをいろんな、依頼する中で自分の理想以上なクオリティがやっぱり返ってくるわけですよ。それをやっぱ3回4回こなしていくうちに、あれこの人想像以上なものできるんちゃうかなと。しかも今までのペイントと変わらないような、見てる世界が、バイク見てる人っていうのはもうバイクにカッと過去の歴史からのフューチャーね、今までをフィードバックさせてペイント技術があったりするから、ビッグさんは変わらへんものができるんちゃうかなっていうのがどんどん思ってきて、だから2014年かな、ジョッパー賞に出すバイクで一応バイクのテーマがあるから、テーマ決めて大体のこんな感じがしたいんだっていう話だけビッグさんにあの時伝えたんだよね。であとはそのキャンパスの中で、ガスタンクをね任すと、ガスタンクフェンダーだで任すからやってほしいっていうので、もうその時はもう僕からしたらね、やってくれるっていう自分にないものを形にするなっていうのが分かってたから、初めて来い初めてですよね。それまではね、さらっとしたラインペイントとかそういうことも繰り返し、もうやっぱ鮮明に覚えてるもんね、あの時に時間もないし、で初めて自分も無理なんだよ、しかもこの中で自由にやってほしいっていう依頼したし、あの時とかってなんとなく覚えてると思うんだけど、いや覚えてますよ、しっかりと。どうやった実際こんな依頼受けて。僕自身はゴリゴリのペインターだとは思ってないんですけど、そのペイントする人とかの感覚からすると、多分いろんな考え方があると思うんですけど、ビルダーさんがいて、ペインターさんがいるわけで、ちょっとどうかわかんないですけど、大半は結構ビルダーさんが丸投げやと思うんですよね。でマスターの場合はバイクのコンセプト、そのテーマですよね、それが毎回あるんで、やっぱりそこをいかによりそのバイクに持っていくかっていう、いろんなその選択枠の中から自分の中でまとめていきやすいって言ったらいいんですかね。だからあの時も結構テーマがローマ、古代ローマ
的ななんかそういう題材みたいなのがあったので、まあ、その中での時代背景というか、まあ、デザインに関してなんですけど、まあ、そこをちょっといろいろと自分の中で調べて、で、まあ、あとはそのよそがやってないようなデザインであったりとか、あと、まあ、過去今まで僕がいろんなところで経験してきた見てきたものを、まあそこの中にちょっと落とし込んで、でそれがまあ形としてね、まあ、バイクとマッチングして、まあ、賞が取れたみたいな感じですよね。だからあれはあのペイント出来上がって受け取った時はもうやっぱりびっくりしたもんね。この車両にこれを乗せるんだっていう、これはすごいな、だから早く持っていってみんなに見てほしいっていう思いになったし、そのピースフルナイトであれを得て、まあ、そこからあれスタートで、そうですね、まあ、いろんなねオーダーのペイントやってもらってて、でその中でもいろんなアメリカに持っていくバイクであったりとか、いろんなショーに出してきたバイクがこうある中で、ビッグさんからしたらどれが一番こう記憶的にとか。やっぱり全部インパクトありますけど、やっぱりトライデントの2017年のやっぱアメリカのウィジーライダースのショーでチャンプを取ったっていうのは、まあ、今までいろいろな仕事やってきましたけど、国際的にそうやってこうね評価を受けるっていうのは、まあ、僕も携わった人間としてはすごい嬉しかったし、まあそこはすごい鮮明に記憶としては残ってますね。あのペイントもこのバイクのテーマがあって、あれをあの色使いで表現してきて、普通まあ海とかをイメージして、夏の海とかね、でも海の中に潜って中から上を見上げたっていう、それはさすがにね僕もびっくりしたからねお題がある中で自由にやっていいって言うんだけど、まあ、海っていうねことをテーマにしとったんだけど、海に潜った状態から見るっていうあの発想はさすがにねやられたよね。あれがそうだね、2017年ですね。あれがまあだから自分の中で一番衝撃的というか、でもそれから勝利出したったら、シャルムであったりとか、この間のルーディであったり、で実際ショベルのワインレッドのシャルムが、オレンジカウンティチョッパーショーの夜にあった、フルスロットルカスタムショー、あれで、ベストペイントをもらったわけですよ。ですね。でビッグさんもだからフロリダ行きたいな、OCC 行きたいってなったけど、どうしてもスケジュールが悪くて行けなくて、実際どうでした？いやもうやっぱり震えますよ。評価を、もうやっぱり嬉しいですよね。まあやっぱりね、シャルもあの赤のショベルもまあ一台一台毎回思い入れはありますけど、まああれもやっぱりこう海外に持っていくっていうやっぱり言うてたんで、なんかそこの中で持っていって、まあ結果が全てじゃないですけど、持っていってまさかそのペイントのアワードまでいただくっていう、まあなんかそこも評価してもらったっていうのはね、そのペイントで毎回いろいろとちょっとお世話になってる身としてはすごい刺激的にはありましたね。やっぱりなんかカスタムショーとかでこう、海外とか行って、日本でもそうだけど、ビルダー作った人っていうのがこう評価されたりするわけで、でもねやっぱ行ってて思うのが、そのペイントについて聞かれる時も多々あるし、でそこでやっぱりベストペイントであったりとか、シートもそうだよね、ベストシートとか、それぞれ特化した技術を持った人がそこに携わってるから、そこに対するアワードとかっていうのが、今回そういうふうにアワードが設けられてて、でベストペイントっていう賞が取れたっていうことは、自分自身もすごい、今回こうやってトロフィーが初めてだし、嬉しくて、なんかビッグさん今までずっと頑張ってきてくれとって、ここで一つ結果がね、ありがたいですよね。取れたわけだけど、やっぱり、どのバイクでもコンセプトがあるからやけど、青空の下で映えるっていうかね、そうですね。
特にシャルムはそれがあったからやっぱりいい評価を受けたかなっていうところで、その時を見てほしかったけどね、ほんまに行きたかったです。ほんまに行きたかった。でもだからこれを日本のカスタムショーでも、うん、そのベストペイントとかね、ベストシートとかね、なんかね、そういうのが、あってもいいかな。そうね、逆にないんですかね。なかなか日本のカスタムショーでそれは出てないよね。あってもいいんだよね。あってほしいね。それぞれのアーティストというか技術の方がそうですね、そうですね、評価を受けて、モチベーション上がるからね。まあ、ペイントにね関してはやっぱり、まあ、僕も携わってる中でペイントだけが目立っても良くないと思ってますし、あくまでもやっぱりバイク全体、まあ、ビルダーさんが作ったコンセプトが最重要なんで、だからまあそこに花を添える程度ぐらいの内容でしかやってない。ただ特にその他のペインターさんみたいにすごいテクニックを要して何かやってるわけでもなく、テーマをいただいてる中で僕の中で一番それが綺麗に表現できてるかなっていうぐらいでしかないんで、まあ、それをもっとこう全面的にそのペインターさんそれぞれいろんな方がいらっしゃる中でね、中にはやっぱりこうペインター色がすごいなっていうバイクもやっぱりあるんですよね。それはそれでまあいいとは思うんですけど、まあやっぱりあくまでもバイク全体と見ての内容が一番重要なのかなっていう。バランスがいるからね、車体とペイントのバランスって。だからそこで結構ビルダーさんとペインターさんとかとのその、まあ、打ち合わせももちろんですけど、気持ちの疎通って言ったらいいんですか、そこって結構ね目に見えへん部分やけど結構重要なんかなっていう。実際ガスタンク、フレーム、フェンダー、この3つがよくうち出す時出すけど、その3つ3点セットで大体どのくらいの期間で通常はできるんですか？まあ、ペイントの、まあ、そのデザインにもよるんですけど、クオリティによるよね。まあそれでもやっぱり通常であれば3週間ぐらい。通常3週間ぐらいで、まあそこまで例えばシャルムみたいなトライデントとか、凝ったペイントしようと思ったらプラス2週間ぐらい。そうですね、やっぱり1ヶ月半ぐらいが欲しいですよね。本来はね。だからといって長い時間もらったからといってパーフェクトな仕事ができるからまたそれは別だと思うんですよね。そうだよね。バイク作る方もそうだけど、ペインターも考える時間がものすごい長いわけですから、決まったら進めていく。そうですね。こういうのもなかなかね、お客さんたちも分かんないと思うからね。実は考えてる時間がものすごい長いっていうね。そこのやらせがまたすごい長い。ガッてよし決まっていくぞってなったら早いね。そうですね。今後ビッグさんもだから23年やってしか経そうですね。今後のなんかこれやっていきたいねみたいなあります？まあ、バイクのペイントもそうやし、まあ、筆ピンストライプもそうだし、やっていることがね、だからペイントだけじゃないからビッグさんの場合は。そうですね。まあもちろんねペイントもお声かけていただいてる間は全力でやるつもりですし、ね、かっこいいバイクであったりとか、まあ、色を添えれるものを提供できたらいいかなっていうふうに思うんですけど、まあそれ以前にもやっぱり始まりがやっぱり筆から始まってますんで、やっぱりそこの軸をもっともっと自分の中で濃くして、やっぱり最近特に多いのが若い方結構問い合わせとかもらうんですけど、教えてほしいとかね、やっぱりまあ今、ないものねだりじゃないですけど、やっぱりそういうのがどんどんコンピューターの中でアナログの作業がもの珍しくなってきたような時代なんで、そうやって声かけてもらうのが増えてきてるんでね、そっちをもうちょっと、盛り上げてはいきたいかなっていうのが一つの、目標ですかね。もちろんだからその中でもこれだけでもダメだと思いますし、カ
カスタムペイントって呼ばれる中のその枝葉の一つなんで、まあ全部グロースで僕はもう考えてますんでね。私からしても今後どんどんまだペイントの依頼は何台出すんでね、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。